製造業で仕事をしていると、工場での実務が実際に利益にどのように結びついているのか、気になったことはないでしょうか。工場長や経営層の方では、実務と利益のつながりを明確にして経営判断に生かしていきたいが、具体的にどう考えればいいのかわからないといったことはないでしょうか。この動画では、新規製品の生産を引き受けるか、やめておこうかという例を通して、実務と利益の関係を解説していきます。早速ですが、具体例です。ある会社にて、顧客からの注文が急に少なくなってしまいました。残った製品 A だけを生産している状態であり、人も設備も余っています。製品 A の利益もマイナスとなっており、このままでは倒産してしまうかもしれません。そのような時、別の顧客から製品 B を作ってみないかと仕事の話が来ました。そこで社長は経理部に、もし製品 A、B 両方とも生産販売した場合に B の損益はどうなるのか聴取しました。経理部からは表2が提出され、利益がマイナス500円となっていました。表2を見た社長は、製品 B は作れば作るほど利益がマイナスになるから、この仕事は辞退しようと考えました。しかし、この考えには間違いがあります。解説に移ります。製品 A と B の両方を作った場合の損益計算書を示します。製品 A の利益は2000円。製品 B の利益はマイナス500円で、合計はプラス1500円となっています。製品 A のみを生産していたときはマイナスだったので、合計利益がプラスに転換しています。先ほどの表2では、赤枠部分の製品 B に関する部分のみが切り取られていたので、全体の利益がわかりませんでした。ここで表1の製品 A のみ生産時の損益計算書と表3の製品 A、B 両方を作った場合の損益計算書を比較してみます。製品 A の部分に注目すると、製造原価内訳の固定費部分が300円から200円に、販管費が500円から300円にそれぞれ減少しています。なお、それぞれの合計は300円、500円と同じです。これは何を意味しているかというと、製品 A のみ生産するときと比べ、製品 A と B 両方を生産するとき、製造原価内の固定費と販管費の2つの固定費が製品 A だけでなく製品 B にも割り振られたため、製品 A の原価が減少し、結果、製品 A の利益が上がったということです。このことを直接原価計算というものの考えから改めて表にするとこのようになります。製品 B を生産すると1個あたり250円の貢献利益が得られ、その分固定費の回収がされて黒字化したということになります。なお、製品 B の貢献利益はなぜ250円になるかというと、貢献利益は売価引く変動費で計算できるので、450-200により250円と計算されます。貢献利益については過去の動画、管理会計による経営判断 ① で解説しています。先ほどの表の意味がより分かりやすくなりますので、ぜひ合わせてご覧ください。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。